こんにちは、ゆうきです。今日はですね、これから僕とのんびりストレッチをやっていきましょう。今日はですね、全身をストレッチで伸ばしていきたいと思います。まずね、上半身からやっていきましょう。最初はね、肩をほぐしていきたいので、手をこんな感じで大きく回していきます。これをね、左右30秒ずつやっていきましょう。できるだけ大きく回して肩がね動くようにしましょう。よいしょ。やっぱりね、日常生活だとなかなかこう肩を動かすことがないのでね、こうやって意識的に動かしてあげましょう。よいしょ。では続いて反対側です。僕もね、すごい肩周りがやっぱり固まってるので、腕を回すとね、肩甲骨がゴリゴリって言いますね。よいしょ。そしたら次はですね、この二の腕のあたりを伸ばしていきましょう。手をですね、頭の後ろでこんな感じで組みます。そしたら少しぐっと体を反らしてあげましょう。そうすると二の腕と背中がね、すごく伸びます。ではこれも30秒ずつやっていきましょう。1、わー伸びるこのね、二の腕をねちゃんと伸ばしてあげると二の腕がすっきりすると思いますので、しっかり伸ばしてあげましょう。続いて反対側です。よいしょ。で、伸ばしている時はできるだけ息を止めないようにですね、普通に呼吸を続けるようにしましょう。よいしょ。だいぶ肩周りと上半身ほぐれてきましたね。そしたらね、次は背中を伸ばしていきます。まず両手両足をこんな感じでつきます。そしたらですね、背中をぐーっと丸めます。イメージは猫ですね。怒った猫みたいに背中を丸めてください。そしたら今度は肩甲骨を寄せて下に落とします。でこれを繰り返していきます。伸びる。はい、じゃあね、これをまた30秒間やっていきましょう。よいしょ。コツはですね、もう背中をとにかく丸めること。そして下に下ろした時は肩甲骨をぐっと寄せましょう。このね、肩甲骨動かしてあげることで肩こりとかがね非常に改善されますので、ぜひやってみてください。よいしょ。はい、どうですかね。結構肩周り、背中がポカポカしてきたんじゃないですか。そしたら次はですね、こっちのお腹の方を伸ばしていきます。では皆さん、アシカになりましょう。こんな感じでぐーっとお腹周り伸ばしていきます。でこの時にあまり無理して反りすぎて腰を痛めないように気をつけてください。じゃあこれも30秒間やっていきます。気持ちいい。でね、できる人はですね、顎を上に向けてみてください。
もっと伸びます。これも同じように呼吸は止めないようにしてください。よし。そしたらですね、次は今の姿勢のまま少し後ろを向いていきます。こんな感じです。そうするとさっきよりも脇腹の方が伸びてくると思うのでやっていきましょう。伸びる。やっぱ日常生活でここはなかなか伸ばさないのですごい効きますね。よいしょ。OK です。よし、そしたらね、次下半身の方どんどん伸ばしていきます。はい、まずねこの姿勢作ってください。膝が90度になるぐらいの位置ですね。でこの状態でまず最初ぐーっと体を前に押していきます。そうするとね、このももの前が伸びてきます。これで結構効いてる人はこれで OK です。でもっといけるよって人は足持ってみてください。で体の方に寄せる。そうするとねすっごい伸びますじゃあね、やれる方で皆さんこれも30秒間やっていきましょう。ぐーっと体を前に押して、そして足やってる人はね足を体の方に寄せていきます。伸びる。このねもものね前を伸ばしてあげると結構ね足痩せするのでぜひねやってみてください。よいしょ。OK。あったかい。この辺がすごいあったかいです。じゃあ次反対足いきます。さあしっかりと呼吸しながら筋肉が伸びるのを意識してください。 OK。伸びましたね。はい、次はですねお尻を伸ばしていきます。これはね僕もねすごくね苦手なんですよ。お尻がね僕硬いんです。まずですねこのすねのラインが体と垂直になるように足を置いていきます。そしたら体をねまっすぐにします。で下に落とす。そうするとねお尻とこのもものね外側の部分が非常に伸びます痛い。じゃあこれも30秒間キープしていきましょう。伸びる。これね体硬い人にとってはね地獄ですね痛すぎるでもね皆様無理のない範囲で伸ばしてあげてください。痛気持ちくらいのね強度で伸ばしてあげるのが一番いいかなと思います。 OK。 じゃあ次反対足いきましょうか。伸びる。できる人はですね、この状態で体をね少し前に倒してあげる。そうすると、もっと伸びます痛い僕は体を起こしてやります。そう、お尻の筋肉はねちゃんと伸ばしてあげた方がいいと思います。僕が言うのもあれだけど。
本当ね、お尻が固まっちゃうとね、腰痛になっちゃったりとか肩こりとかなっちゃうので、しっかりと伸ばしてあげましょう。はい、 OK です。ほぐれましたね。そしたらね、次この今ね寝っ転がった状態のまま足をですね上に高く上げて、そのまま真横にパタンと倒していきます。でこの時に下ろした方と反対側の手は床にペタッとくっつけるようにしましょう。そうするとこう胸が開いて背中とお尻がぐーっと伸びます。じゃあこれも30秒間です。よいしょ、気持ちいい。本当にちょっと眠くなってきちゃったなオッケー。じゃあ次反対の足いきます。よいしょ。ポキポキっていったこれやる時の注意としては、足倒した時にこっちのね肩がねこうやって浮いちゃったりしないようにしましょう。できるだけ床につけます。そうするとね本当によく伸びます。よし OK です。そしたらね次はですね、皆さんよくやってるこの膝の裏とこの太ももの裏と伸ばしていくようなストレッチやっていきましょうか。よいしょ、ぐーっとね体をつま先の方に持っていきましょう。伸びる。気持ちいい。僕はね結構この太ももの裏とかがね硬いので届きませんこれはあれですね、足の裏も伸びるけどこっちの背中の方もねすごい伸びる。よし OK。 じゃあ反対足伸ばしていきます。よいしょ。よし OK。 よし、じゃあねストレッチのね仕上げに最近僕がよくやってるね小顔ストレッチもちょっとだけやりましょうか。ちょっとね脱いだ方が分かりやすいから脱ぎます。最近ね僕は個人的にねこの胸鎖乳突筋っていうのかな、ここの首のラインにある筋肉ですね、これをですね結構ストレッチとかしてて小顔になろうと努力してます今日はねそのストレッチの一部紹介したいと思います。この鎖骨のあたりに手を当てた状態で顎をですね上に向けていきます。そうするとねここがすごい伸びるんだよね。これを30回やっていきましょうか。いきます。
もうねこれだけで結構ここがね伸びてポカポカしてきてると思います。そしたらね次手を後ろでこんな感じで組みます。でこの状態で顎をですね横に振っていきます。振るとさ多分ここがきっと出るんだよね。グッとそうこれでねちょっとこの辺りを動かしていきたいと思います。じゃあこれも30回いきましょう。30OK。すごい動いてる。そしたらね次が最後のストレッチですね。この姿勢のまま顔をですね横に倒していきます。そうするとねここがねすごく伸びます。はい、皆さん小玉のようにねカタカタカタと伸ばしていきましょう。30回です。いきます。30OK です。はい、だいぶねこの首周りもほぐれたんじゃないですかね。そうここをねちゃんと動かしてあげると小顔になれると思うので皆さんも一緒に頑張りましょう。はい、今日はですねこんな感じでのんびり全身ストレッチをやってみました。皆さんどうでしたかね。全身ほぐれたでしょうか。ぜひね皆さんも定期的に自分の体をほぐしてあげてください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。